今週のアップデート情報。わっほーい。今回はついに1000万 DL 記念が始まるし、新たな長期イベント情報もあるから見逃し厳禁ですよ。そう、今回は超神キャンペーンが盛りだくさんなので最後まで要チェックだぜ。ではまずはじめに早めにやっておくべき、緊急性が高いことを紹介していくよ。まずはじめに復刻イベント絶対レイド氷鬼から見てマーチ短縮版が終了するぜ。こちらの短縮版イベントではイベントポイントで、人片白や仲間確定宿死が交換できるのでそれが取れるぐらいはポイントを集めよう。素材の交換期間は2月28日で終わるので交換を忘れずにやっておきましょう。長期イベントが被っているので忘れやすいところだが、忘れずに交換しておこう。またコウマ間組の新キャラで風結晶を使ったはずなので、必ず課題の風結晶も取り忘れのないようにしようぜ。イベントの課題からの風結晶はかなりの量を回収できますよ。あとこのイベントで獲得できる星5絵札妙レンジから元気を込めての性能は、水属性と肉弾の威力を上げつつ、クリティカル攻撃力も伸ばせられるのでイベント3では無駄がなくかなり優秀だ。水属性の肉弾はエピックモコウや水着みよいちゃんがいるので、特にその子たちを持っている場合は集めておくといいね。累計ポイントと交換所で取れる分だけでも取っておくといいよ。そして復刻イベント啓蟄の姫神遊戯短縮版のイベントポイントの交換期間が21に終了するぜ。明日の11までなので絶対に忘れず交換しておこう。そして新たな長期イベントコウマ間あべこべメイド採用面接も終了するぜ。長期イベントではレアイベントポイントを集めると交換所で片白玉片白大片白を交換することができます。まだレアイベントが集めきっていないっていう場合は追い込みをかけた方がいいね。そう、長期イベントではレアイベントポイントでエピックやレリックの限界突破素材が獲得できるぜ。レアイベントポイント250ポイントで全ての片白を回収することできますよ。レアイベントポイント250個集めようとまでは言わないが、できる限り片白を回収できるまでポイントを集めておこうぜ。大片白なら25個で1個と交換できるので、大片白だけでも集めきっておいた方がいいね。また交換期間は2月に1日から1週間後2月28日までなので必ず忘れずに早めに交換しよう。イベント自体は終了日時は2025年2月に1日となっているのでポイントや絵札、風結晶の取り忘れのないようにしようぜ。また強力な絵札が手に入る副霊が更新されるよ。更新に伴い VS 副霊レミリアスカーレット A6 と VS 副霊トラマル星 L1 が21日に終了するぜ。と言っても今回の絵札の相性のいいキャラが少ないので回っている方は少ないと思うけどね。もし回っていた方は、限界突破できるまで集めよう。続いて、超美味しいキャンペーンのメイン探索飛風ロスプワードゆっくりドロップ3倍キャンペーンが終了。延長戦お願いします。こちらは期間中、メイン探索飛風ロスプワードゆっくり探索におけるアイテムのドロップ確率が3倍になる神キャンペーン。終了日時は2025年2月に1日なので今回っている絵札が限界突破できるまで追い込みをかけちゃおう。続いての近代魔界のカリスマ霊場レミリアスカーレット E1 の登場確率がアップしたお祈りが終了。エキストラレミリアかと思ったら超フェスだったレミリアだよね。今回のレミリアは今月ラストに出たこと、圧倒的カリスマデザイン、魔王という肩書きを持っていることから相当強いのではと思われていたね。しかも近代未来の魔界のカリスマという2つ名をもらっているからね。その性能は、式はまさかの支援式でステータスについては遠光1700の速力が1650となっているぜ。そして支援キャラらしく、スキルとスペカを合わせると1ターンで遠光もしくは、クリティカル攻撃力を1ターンで7段階まで上げられるよ。他にもクリティカル命中や速力アップ、霊力配布もちゃんとできて優秀だ。ちゃんと遠光で燃焼持ち出し強そうだ。が欠点もあり、なぜかレミリアは速攻タイプなのに陰謀アップを持っていて無駄要素があるんだよね。仲間には組み合わせによっては恩恵はあるけど、自分の恩恵は薄いのね。火力面もクリティカル命中で補えれるとはいえ、特攻範囲があまり広くなく、速力が高い割には残裂弾が少なめと抑えめだね。ラスはも初段250% の残裂弾があるのに特攻がないので火力を伸ばしづらいという一面がある。ブレイク力も全体2枚とかなり少なめのも引っかかるよ。運営様、こんなラスボス級にかっこいいデザインなんだからもう少し持ってよ。さすがにデザインが完璧だった分もう少し強くして欲しかったよ運営様。多分人気キャラなので強かろうが強くなかろうが引いてもらえるから売り上げがあまり変わらないので、フランドール同様インフレを抑えるために落ち着いた性能にしたんだろうね。まあロスはもう器用なので簡単で9割無料で強くできるエクストラと超フェスを強くするわけにもいかないからな。こちらのガチャの終了日時は2025年2月に1日となっているぜ。レミリアお嬢様好きの方は逃さないように気をつけてね。そしてそれに合わせて異色異能のバーサーカー超フェス復刻お祈りも終了。ハンター狩りの吸血鬼フランドールスカーレット E1 の登場確率がアップしたお祈りが再登場。2022年の新年で出た超フェス飛風フランドールですね。見た目は現在でもめちゃくちゃやっていけそうな感じなんだが、現環境だと周回要因だな。まず古いキャラなので全体ブレイクができないことやバフが1ターンしか持たないなど今のキャラに比べて差がありすぎるのよね。このキャラは記念キャンペーンの無料ガチャでも当たる場合もあるし、
それこそ1000万ダウンロードでも出るだろう。次回、水着さないが出る可能性が高いし、下手すると1000万ダウンロード記念キャラなんかも出る可能性が高いので今回はスルー推奨だ。明日の終了日時は2025年2月21日となっているよ。スルー推奨だけど見た目かっこいいから欲しいという方は終了までに引いちゃおう。最近いいのいっぱい出てみんなも風結晶少なくなってるから見逃しかな。初太狩りの北条の神、八坂かな子 BG なら引いてました。完全に漫画の世界線だろ。ではここからはアップデート情報を紹介していくよ。いつも通り無料パックが配布されるぜ。今回は破壊式無料育成応援パックが配布されるぜ。終了期間が2月に1日までなので1週間期限はありますが、取り忘れのないように注意してくださいね。破壊式は最強キャラが多いので今後も良いキャラが出ると思うので必ずもらっておきましょう。そして新たな長期イベント帰ってきたチアリングサーガが開催するぜ。おお、チアガールが活躍するイベントは激アツだ。長期イベントでは期間中、様々な豪華報酬を手に入れることができますよ。そう、長期イベントではレアイベントポイントでエピックやレリックの限界突破素材が獲得できるぜ。レアイベントポイント250ポイントで全ての片白を回収することできますよ。レアイベントポイント250個集めるのは骨がいるけど、できる限り片白を回収できるまでポイントを集めておこうぜ。レアイベントポイントの最低限の目標としては大片白7個で2個と不片白1個が交換できる150個目指して集めておくといいね。ちなみにボーナス衣装を所持していると、探索における通常イベント P の獲得量や、レアイベント P のドロップ確率が上がる効果が発揮されるので活用するといいよ。本イベントでは、今回のメンテナンス後に登場する坂田ネムの L1 小草さんの L1 犬走りもみじ L1 の新衣装が対象となっているぜ。犬走りもみじが好きな方は多いと思うので、早めに交換しておくといいですよ。開始日時は2025年1月24日メンテナンス後で終了日時は2025年2月に1日となっているよ。続いて仲間経験値強化探索が開催。やっぱり、日替わりとか新キャラとか手に入れたけど、レベル上げが大変。そういう時はこの期間限定だがデイリー探索にある仲間経験値強化探索に行こう。こちらは挑戦は1日3回までできて、7日間で最大で仲間6人のレベルを100にできる経験値を獲得できるようになっていますよ。なので期間中毎日挑戦して、たくさんの仲間を強化しましょう。開始日時は2025年2月に1日メンテナンス後で終了日時は2025年3月13日までとなっていますよ。また強力な絵札が手に入る副霊が更新されるよ。今週の VS 副霊は星5絵札オーバールナキックが手に入るひじり白蓮 C さんと星5絵札副霊エクストラが手に入るトラマルショー L1 が21日から始まるよ。星5絵札オーバールナキックと星5絵札副霊エクストラの性能はどんなものか教えろみょん。今回の副霊絵札はどちらもバカ有能だぜ。まず星5絵札オーバールナキックの性能は、装備スペカの星属性の威力を 50% アップ 1D、装備スペカの非属性の威力を 50% アップ 1D、技巧式が使用時に、味方全体のクリティカル命中を1段階アップ 3D となっていて、星属性と非属性の弾の威力を上げつつ、技巧式なら味方全体のクリティカル命中を1段階アップが可能だ。星と非属性というと、最近出た新春マリサと相性がいいじゃない。またレリックマリサ、水着赤マリサ、水着小石、水着ジョーン、エクストラクラウンピースなど多くの強キャラと相性がいい絵札だ。大体人気キャラのフランドールや接待されやすいマリサは星と非属性持つことが多いので、今後も活躍できるのでガチ周回した方がいいね。そして星5絵札副霊エクストラの性能については、装備スペカの水属性の威力を 50% アップ 1D、装備スペカの幽体弾の威力を 40% アップ 1D、妨害式が使用時に自身の引行を1段階アップ 3D。皆さんもお分かりのように水着シリーズと相性がいい究極有能絵札だぜ。おお、最高の構成絵札だ。とにかくいろんなエピックキャラと相性がいいので、今後も増えていくし何枚持っていてもいい絵札だぜ。どちらも神絵札なので頑張って周回しますよ。そしてここが重要なんだけど、終了期間がオーバールナキックは2025年2月28日で、副霊エクストラは2025年3月7日となっているぜ。副霊エクストラの方は期間が長いのね。続いて新たな永遠戦線ランキング戦が開催されるようだぜ。スコアを競うランキング形式の永遠戦線を開催するようだ。ランキング戦はこれで2回目だね。こちらは2024年7月31日に早期開催として登場した高難易度コンテンツ。永遠戦線ランキングでは、最大30人の少女を活用してボスキャラを撃破するコンテンツとなっているよ。同様なら参加賞として玉片白を獲得することができるよ。一定のスコアは出さないといけないんだけど、非常に簡単なノーマルクリアでもらえれる程度のスコアなので、もし継続されていたらゲットできるようにしよう。今回は1000万ダウンロードを記念してかスコア達成報酬に円環神結晶副霊絵札宿主などが用意されているそうだ。うおー、全部激レアなアイテムが手に入れるんだ。どうやら副霊絵札を見つめ直した結果、もう少し獲得しやすいようにしてくれるようだな。というか報酬で円環神結晶も珍しいですな。かなり豪華仕様だよね。ちなみに円環は少女転生を行ったキャラクターに使用するアイテム。少女転生に必要なアイテムではなく、
転生をした後に、花嫁衣装モチーフの特別な着替え衣装と交換するのに必要なアイテムとなっていますよ。ちなみに花嫁衣装はイベント、ボーナスの対象になることもあるので、結構持っておくとでかいぜ。このアイテムの入手方法は社務所で福チリ300個と交換するしかなく、その福チリは片白に使うケースが多いのでありがたいですわ。あと神結晶はどれぐらいもらえるのか楽しみなところだな。自分の編成と適正難易度を探してハイスコアを目指しましょう。前回のアップで情報でも言ったように、現在メイン探索のドロップ率が3倍キャンペーンをしているので、今のうちに霊力絵札など強力な絵札を集めておくといいよ。やはりキャラクターをたくさん使う永遠戦線は霊力補給が乏しい L1 キャラなんか使うケースが多いので霊力絵札は今のうちに確保しておいた方がいいな。了解です。そして前回も紹介した仲間の情報修正について少し判明したぜ。1000万ダウンロードを記念して、キャンペーン期間中のアップデートごとに、合計5人の仲間の情報修正を実施されるようだ。そして2月に1日に情報修正される仲間は3人判明していて、その3人とは、浜辺の水先案内人小野塚小町 C さん、霊場付きのナーサリーナース火炎病リン S5、霊場付きのチャコールメーカー霊宇治ウツホ S5。おー、エピックからは小町で超フェスは霊場付きシリーズか、というか超フェスからも情報修正されるのね。それちょっとびっくりだよな。あと浜辺の水先案内人小野塚小町ってそこそこ最近のエピックなのに早くない？それに関してはこの小町があまりにも弱すぎた性能だからだな。そうなの？水着小町は自身の強化が多くて、スペルカードは全て全体スペカなのにブレイクができないというさすがに不遇と言えざる得ない性能だったんだ。いや全て全体スペカなのにブレイクなしってロスはリリース頃の性能やないか。さすがにミスったんだろうな。なぜならスペカに魂不意強有利の鎌には攻撃前の効果に相手全体に結界以上暗闇を2枚付与があるのにブレイクなしだったからね。多分もともとブレイク弾つける予定だったけど忘れてたんだろう。それはお茶目すぎだ。そのためかそこそこ最近のエピックだが、早くも情報修正。一体どこまで魔改造されるのか楽しみだ。また超フェスの霊場付きシリーズはどちらも優秀な性能なんだけど、また強くされるらしく一体どんな性能になるのか気になるところだな。ちなみに霊場付きの火炎病リンと霊場付きの霊宇治ウツホは、2月に1日アップデート後に販売を開始するパックに含まれる超フェス再エマでも入手が可能となるので、そちらもチェックしてみてね。その他の仲間の情報修正については、後日お知らせされるようなので、続報をお待ちください。残り2人はどうなるのか気になるところだ。視聴者の皆さんは誰が情報修正されると思うかよければコメントで教えてくれよな。続いて綾の特ダネ超更新。1200円で最大1300個の神結晶が獲得できる綾の特ダネ超のシーズンを更新されるよ。綾の特ダネ超は、日々の課題で獲得する取材ポイントによって取材レベルを上げ報酬を獲得するバトルパスコンテンツですよ。1ヶ月に50レベルまで上げると1300個の神結晶が獲得できて、究極的に神コスパです。21日に更新されるので、もしガチャ石が全然ないという方は購入を忘れないようにしよう。前回の1000万 DL 記念キャンペーン情報で紹介したけど、次回の特ダネ超がやばいのよね。なんと今回は、1000万ダウンロード記念として風結晶が含まれた豪華な内容となっているそうなんだ。風結晶も含まれているの？通常だと神結晶が最大1300個のところ、風結晶が50個含まれるとかかもな。それはめちゃくちゃお得ですな。また、今回の更新から、報酬に絵札が追加されるようだ。ほ絵札も追加されるなんてめちゃくちゃ豪華になるね。その絵札はどんな感じなのか教えろみょん。絵札は名前とイラストは判明しているよ。名前は日陰の立役者。残務様の性能は円光の人星属性なので、そのあたりが補正する絵札かもね。絵札の風結晶も今回は含まれるので正直いつも課金してない方も、今回だけは課金した方がいいと思うぜ。さすがにあまりにもコスパ良すぎますよね。通常神結晶を1300個で4900円するものが1200円で買えて、おそらく優秀な絵札と風結晶、その他限界突破素材も獲得できちゃうので、毎日ロスワをやっている方なら必ず買った方がいいよ。ぜひみんなも検討してみてくれ。そして1000万 DL 記念ログインボーナスが行われるよ。1000万ダウンロードを記念したログインボーナスを開催予定だ。前回の授業でも言ったように特別祝詞副霊絵札祝詞などが獲得できるため、毎日忘れずにログインしましょう。コメントで受験でプレイできないという方がいたけどログインだけでもするといいと思いますよ。ログインでもらえるものは15日間ログインすれば全て集まるので、キャンペーン中は15日間ログインしよう。ちなみにこのログインは2025年2月15日に公開のお知らせにて、2月に1日からのログインボーナスと公式で伝えていたんだけど、正しくは2月22日からとなるようなので注意してね。では運営様お詫びとして神結晶600個お願いします。いやがみつすぎやろ。
ではここからはみんな大好きガチャ更新情報だぜ。まずはじめに比類なき恨みの伝営亡霊エクストラフェスお祈りが開催。神エクストラ神の末裔すぎる亡霊蘇我の閉じ子永住さんの登場確率がアップしたお祈りが登場。閉じ子のエクストラ来たー。そう、神エクストラ神の末裔すぎる亡霊蘇我の閉じ子永住さんは、エクストラフェス限定で登場するキャラクター。そのため同盟の仲間、もしくは大片城で限界突破できるよ。まさかの閉じ子のエクストラは嬉しいところだな。閉じ子は公式的に巫女様のガチ妻なので大人姿になった。その一つまボディが見られると思うと興奮冷めやりませんよ。夫の巫女にしばかれろ。閉じ子は電気を操るキャラなので、結界以上の中でも優秀な帯電は確定だろうから楽しみだな。閉じ子みたいな中ボスキャラはレリックやエピックになることがまず少ないので、強力な性能にしてくれることでしょう。開始日時は2025年2月21日メンテナンス後で、終了日時は2025年2月28日までとなっているよ。ちなみに次のレリックが豊里耳の巫女が確定しているので、この長期イベント内でレリック巫女の登場が予想されるぜ。巫女の能力らしく相手の必殺技タイミングがわかるようになると書きたい。ぶっ壊れすぎてさ終了だわ。続いて常世へ導く南海渡り復刻エピックのお祈りが開催。浜辺の水先案内人小野塚小町 C さんの登場確率がアップしたお祈りが再登場するぜ。なるほど、情報修正に合わせて再登場ということね。そういうことだな。どのくらい改造されるかわからないが、性能によっては引きたいところだな。ただ予想通り、エピックサナエが出るっぽいので、2月28日ある生放送までは引かないのが賢明だぜ。近いうちにある生放送で今月の目玉キャラの性能が少しわかるしね。また、今回のお祈りでは、星越札悲願機構の登場確率がアップするぜ。開始日時は2025年2月に1日メンテナンス後で終了日時は2025年3月7日とかなり長めに設定されているよ。ゆっくり判断できるので、やはり今月の目玉の性能が分かってからぐらいに引くのがベストですね。最後にコスパ破壊の1000万 DL 記念片白パックについても紹介するぜ。まずは豪華アイテムがお得に手に入る1000万 DL 記念片白パックが登場するよ。片白パック玉片白パック大片白パック天片白パックの4種類が販売されるぜ。噂のエピック限定絵札が手に入るやつですね。となると、記念日にいつも出る片白パックの内容にエピック限定絵札が入ってるってことか。そう、例えば玉片白パックならいつも、神決勝優勝2000個、神決勝無償1000個、玉片白4個、までなんだけど、そこにエピック絵札ガン絵札祝死5がついてくるという感じでお得なパックがさらにお得になった有能パックだぜ。おー、これはめっちゃお得ですね。エピック限定絵札は入手困難なのでなかなかでかいですよ。最近は限界突破できていないエピックが渋滞している人が多いと思うので、今回は買ってみるといいかも。このパックの開始日時は2025年2月に1日メンテナンス後で終了日時は2025年3月24日までとなっているぜ。続いて1000万 DL 記念超フェスサイエマパックも販売。対象の超フェス限定キャラクターから1人を仲間にできる超フェスサイエマが入ったパックが4種類登場。神決勝に加えて、対象から好きなキャラクターを選べるお得なパックですね。こちらもいつもの神決勝優勝980個、神決勝無償352個、限定サイエマに加えて、エピック絵札ガン絵札祝死5個が確定で手に入るものとなっているぜ。こっちもありやな。ただこちらを買う前に注意してほしいのは特別祝死で手に入る可能性があること。1000万ダウンロード記念で手に入る無料でガチャが引ける祝死でもラインナップされていてお目当てのキャラが当たる可能性があるので、すぐには購入しない方がいいね。なるほど、このパックを買って手に入れたキャラが無料祝死でも手に入っちゃったみたいな後悔することになるかもってことね。マリちゃん部長ナイス提案。どのパックの期間も終了日時が2025年3月24日とかなり長めに設定されているので後出しで選ぶといいよ。さて、以上が今週のアプデ情報だぜ。ついに1000万ダウンロードキャンペーンがあるので今回の情報を参考に準備しておきますよ。もし少しでも役に立ったと思ったら、チャンネル登録はハードルが高いと思うのでコメントか高評価だけでもよろしくお願いします。また1000万 DL キャンペーン情報のまとめ動画も出しているから合わせて見に行ってみてね。それではここまでご視聴ありがとうございました。